皆さんこんにちは、犬です。今回も引き技やっていこう。改めましてなんですけど、僕は剣道について発信していき、世界のいろんなところで頑張っている方々と剣道の楽しさを共有したい。剣道に悩み苦しんでいた高校生の頃の自分がもっと早く知っておきたかったことを発信し、誰でも年齢や境遇に関係なく剣道を楽しんでほしい。他にもいろいろあるんですけど、こんなコンセプトを持って YouTube での配信を始めました。始める前からこのコンセプトに沿ってこれは動画にしたいと思った100本の内容をすでに決めてあります。引き技も当然ここに入っています。それで今やってるわけですが、引き技やってほしいですとコメントしてくださった方が他のリクエストに比べて多かったです。なんでかなと考えてみました。どうしてもその人々の顔も姿も年齢も性別も環境も何にも分かんないんで想像するしかないんですが、でまたネットだからそれでいいんですけど、まずは引き技を打てるようになりたいからちょっとだけ強気な発言をお許しください。でも本当に思ってることなんでちょっとだけ言わせてください。見守ってください。僕は実は引き技めちゃくちゃうまいなこの人っていう人にそんなに多く当たったことがないんですよ。もちろんすごやっばみたいな人も当然います。過去に試合や稽古をさせていただいた方も当然います。ただ割合としてそういうつばぜり合いとか引き技で危機感を覚えるようなそういうレベルの人の割合って低いよねっていう。皆さんはどうですかね。組んだ瞬間分かるもんなんですよね。あ、この人引き技できるなとか、あ、このぐらいだったら自分が打てちゃいそうだなとか、本当に僕が稽古しているあたりだけの話でしょって言われたらそれまでなんですけど、それでも一応いろんなところで試合や稽古をさせていただいた経験がある中での思い返してみてもということで、そういう引き技がやばいと感じるレベルで上手な人の割合っていうのはやっぱり少ないなと思います。で、前回の動画でも少しお話ししましたが、だんだん社会人になっていくと稽古の中で引き技を打たないっていうことも多くなっているように思います。で、そうなるとそういう方たちから教わっている人も引き技を重要視しないパターンっていうのは多くなってくると思うんです。僕のこれまで生きてきた中での身近な体験と普段関わってくださる方々のお話やいろんな試合の動画を見ての感想ですから、実際そうじゃないかもしれないんですが、それに引き技だけが勝負どころじゃない、もっと重要視する場面があるなどのご意見もあると思うし、同意でございます。その上で何が言いたいかというと、こういう背景がある中引き技を打てるようになりたいと思って僕にコメントをしてくれたり、この動画を開いてくれたりしているあなたにセンスあるなぁと思ってしまいました。ぜひその考えを大切にして納得いくレベルまで高めていただきたいですね。多分引き技の上手な学校や選手などの試合を見て自分もあんな風に打てたらなぁと思ったんだと思うんですが、つまりそういう人って自分で勉強してますよね。感覚がいい、環境に恵まれている人やいい環境に勇気を持って飛び込んだ人はきっとそこで学べることが多いはずです。でも多くの人はそうじゃない。自分の周りにいる人から与えられた練習や考え方だけを当たり前と思って取り組めば、やはりその域を出ることはないですよね。剣道の楽しみ方は本当に無限だから知らない世界がいっぱいありますよね。僕もまだまだできないことや知らない世界がいっぱいです。最近も新しい考えや感覚を知って試して、これできるようになったらどうなれるんだろうと楽しんでいるところです。続いて、自分はすでに引き技にある程度自信がある。犬はどういうふうに考えるんだろう。これかなと思いますね。多分そういう人には共感していただけると思うんですけど、先ほど申し上げた引き技だけが勝負どころじゃない、もっと重要視すべき場面があるなどのご意見もあると思うし、同意でございます。これには続きがあって、ただし打てるようになることで一本を取れる場面は圧倒的に広がる。危ない場面や気をつけなければいけないことが分かっている状態になる。体が瞬時に反応する。集中が切れない試合や稽古が可能。つまり他の場面を最高のタイミングで作れるということです。引き技からのチャンスメイク、
近間を支配することで相手より優位に試合を運ぶことができる。近間で相手より勝っているわけだから、遠い間合いから無理する必要がなくて余裕ができてくる。そうなると余計に遠い間合いからのやり取りが有利に展開することができるということですね。仮に1本になるような引き技が打てなかったとしても、学ぶことでこういったメリットを得ることができる。こういうことがあるから、1本取れるか取れないかだけにフォーカスせず練習する価値があるとは思いますです。前回もお話ししましたけど、僕は全然引き技得意じゃなかったです。でもこれら全部打てるようになっていくにつれて初めて分かった感覚でした。持っていて損はない感覚だと思うんです。だから動画にしています。これからも意味ないことや微妙と思っていることは動画にしません。僕はこんな風に捉えています。前回引き技のその1編というのをアップしました。簡単に言えば初級です。引き技についてこんな感じで5本アップしていこうと思っています。今回は2本目です。今回の説明でも重なる部分があるかもしれませんが、前回の動画その1編も見ていただけるとより理解が深まったり楽しんでいただけたりするのではないかなと思います。なのでこの動画から僕のチャンネルを知ってくださった方はぜひそちらも見てみてください。いつどの動画からあなたが見つけてくれても絶対に楽しませる一動画入魂のつもりで作っていますので、気に入っていただけたらチャンネル登録ボタンやグッドボタンを押してください。そうしてもらえると嬉しいんです。コメントもいつでもお待ちしております。お気軽にどうぞ。今回は基礎編ということで、前回までの内容を踏まえて次の実践編につながるような打ち方や考え方を動画にしてみましたので、楽しく見てください。行ってみましょう。引き面、打ち方。基本的な考えは大きく打つにしても小さく打つにしても上から叩くということ。面金ではなく面布団を狙うこと。下からこすると一本に見えづらくなります。そのまま打ちたい場合であったり、基本的な動作をまず身につける場合、できるだけ踏み込みで下がらないこと、相手の近くに踏み込みたいです。僕も実際に打ち込む時には若干後ろに足が下がってしまっているんですが、普段からこの意識で練習をしているので余分に下がったり動作が無駄に大きくなったりしないで済んでいると思っています。このメリットについてはその1編で詳しく解説しておりますので、ぜひご覧ください。振りかぶってまっすぐ、振りかぶって裏、振りかぶって表、振りかぶる効果、間合いを作ったことに気づかせない。すべて打てる。相手の反応を見てまっすぐ左右上下の打ち分けができます。振りかぶる動作がそのまま攻めになる。攻めが効いて打っているという構図になるので一本になりやすい。強く打てるので一本になりやすい。見せ方。竹刀の角度は45度ぐらい。先を天井に突き刺すようにイメージするとちょうど良くなります。下がる足、後ろに倒れるくらいの気持ちで速く。今のイメージで決める。
打ち終わり、後ろに勢いがあるんだけどしっかり着地してピタッと止めましょう。勢いを一瞬で殺すために最後は真上から真下に入るイメージです。基本的に打った後相手は追いかけてきます。追いかけてくる相手は普通に構えている時よりも勢いがあります。後ろに勢いがある中でピタッと止まろうとすると体が流れて少しふらついてしまいます。ここでの一歩二歩のフラフラが反応が遅れて命取りになってしまいます。勢いのある相手にすぐ対応できるようにピタッと構えましょう。ここまでをワンセットにして練習してみましょう。引き胴、打ち方、胴を真横から当てるか斜めに切り落とすか。僕の場合は真横から打つイメージです。縦に切るように打つと打ちが弱くなってしまう感覚があるからです。ただどちらかがダメということはないと思います。強い選手の試合を見ればそれぞれしっかりと一本に決まっているので、ただ僕はこのやり方をしているのでこの説明をさせていただきます。イメージは真横から打ち、相手のおへそぐらいまで切り込むイメージです。僕はずっとこのイメージでやってるので振り上げたところから自然に真横の軌道に持っていけますが、慣れていない人はこのようにゆっくり練習してみましょう。1、振り上げる。2、担ぐ。3、打ち込む。この時右手は押し込む。左手は引く。この作用を使いましょう。2の担いだ時に少し弾ませて脱力すると打つ時に力を込めやすいです。最初は大げさに、慣れてきたら止めずにスムーズに流していきましょう。振りかぶって押して押してからもあえて少しだけ振り上げ動作を入れると相手の手元が上がりやすくなります。横に移動しながら上を意識させて首を刈って打つ方法やその他見せ方は技紹介編で詳しくやりたいと思っています。見せ方、反作用を使った鞘の出し方。鞘ということを意識したことはありますか？美しく見える技とか感動するような技、上手だなぁと思う技はみんな鞘があるし、審判も気持ちよく旗を上げるものです。僕は研究しました。なぜなら高校時代に先生から鞘がねえ本当にお前のうちは鞘がねえと言われ続けたからです。人生にストレスは必要ですね。成長するために。鞘の正体は触れている時間が短いということです。
でも打ちの強さは必要なんです。どうすればいいかお話しします。胴に当たった竹刀の剣先を一瞬だけ相手のおへそまで届かせるイメージを持ちます。変なこと言ってるように聞こえるかもしれませんが、一旦聞いてくださいね。一瞬だけ相手の体の中心まで剣先を届かせるイメージを持つんです。一瞬だけです。ズブズブとゆっくりじゃダメです。シュッと一瞬だけです。体の使い方はこうなります。右手は肘、手首を伸ばす。左手は引く。この連動で剣先を相手の体にめり込ませるイメージです。それと同時に体は反対方向にひねります。打った竹刀は体に引き寄せられて帰ってきます。これが一瞬だけ相手の体の中心に剣先を届かせる動きです。これにより打突力と冴えが生まれます。剣先が一瞬だけ相手の内臓に触って帰ってくるみたいな、ちょんって感じ。伝わるかな。これを使った胴打ちと使わない胴打ちの比較。外から見るとバシーンって胴を打ってるように見えるんだけど、イメージは相手の体の中に一瞬だけシュッと竹刀の先が触れているというイメージです。難しいと思わないで画面の犬のようにやってみてください。言ってることは変だけど、やってみるとそんなに難しいことじゃないんです。この体をひねるタイミングとか、右手左手体の連動、このタイミング、あ、これだってしっくりくるものがあるはずなので、何度も練習して自分に合った動きを見つけるまでやってみてください。下がる足、顔は相手、体は斜め前、竹刀はおへその向いている方向。早く下がるけど引き面とは違い少し前傾姿勢。足は斜めに使います。斬新の取り方はいろいろあります。研究してみてください。僕は今これが一番気に入っていますが、過去僕が見たり知り合った選手の引き胴の決め方、これエンディングで流してますのでちょっと見てみてください。打ち終わり、引き面と同じです。後ろに勢いがあるけどそれに負けないようにしっかり着地、勢いのある相手にすぐ対応できるようにフラフラしないようにピタッと構えましょう。引き後手、まっすぐ打つ、これがまず基本だと思います。肘を畳んで強く打つ練習として、まずはこれを何度もやって引き後手の感覚を作っていきましょう。ですが小手は面よりも近い位置にあるため、実戦の場合このように打つには相手とかなり距離が空いていないと打てません。その一辺でもお話ししていますが、打つために相手から距離を空けるのは必要なことですが、打ってくるなぁと相手に分かってしまうことを頭に置いておく必要があります。振りかぶる動作のようにあえて相手に分からせて反応したところを打つのも一つですが、つばぜり合いから打つ場合には僕はこの2つを試合で使っていました。左手を腰の位置まで引いて打つ方法、腰を落として打つ方法、これらを使うことで下がって距離を取ることをできるだけせずに、剣先から中指の間を小手に当てるように工夫していました。引
き面や引き胴に比べてモーションが小さく打てることが引き後手のメリットです。つばぜり合いから打つ場合、僕は引き面と引き胴の方が圧倒的に多く使っていましたが、ふと相手といい距離ができた時、避ける間もなく打てるのは後手の方ですね。使い分けていきましょう。はい、いかがだったでしょうか。自転車に乗れなかった頃を思い出してみてください。初めからスイスイ乗れた人っています？ 1 回目から。怖すぎるでしょ。いたらすいません、怖いとか言っちゃって。もっと言おう。赤ちゃん、最初歩けないけど少しずつ足使っていくと神経が通ってって使い方分かってきて、だんだん歩くの上手になっていきますよね。引き技はそうでしょ。初めからうまくいきませんよ。まず慣れることから。犬はいつもそう言うけど、なんか見下してんのかな。いや、僕はいつでも苦労して技術を身につけているんです。最初からできないのが普通。何をやるにしても言うほど難しくない、もうすでにできてるという人は当たり前じゃありません。センスが丸なんです。おめでとうございます。自覚してください。とにかく打ちまくる。当たらなくていい。縄跳びカードみたいにイメージは引き技カードですよ。基本打ちで打つ、地稽古で打つ、試合で打つ、ちょっと考えて工夫、また打って打ちまくる。相手が嫌がっても、引き技なんてって言われても。この動画2本目まで見てせっかく学んだんだから、打って打ちまくりましょう。何かの縁だと思って打てる人に自分を変えましょう。絶対できますよ。それでは。